奥さん、本当に結婚してますか？は？どういうこと？私は、とある調査を探偵に依頼していた。その探偵からの報告で、思いもよらぬ事実を聞き、動揺を隠せない私。夫が夜勤の多い私を利用して甘い蜜を吸っているのであれば、私は絶対に許さない。私の名前は伊藤瑞穂。総合病院で看護師をしている私は、2ヶ月後に結婚して初めての正月を迎える兼業主婦だ。半年前に結婚した夫の明彦は5歳年上でとても優しい男性。お見合いパーティーで知り合ったのだが、同じ名字で意気投合。交際4年目に入る頃結婚した。明彦のご両親はすでに他界しており、身内もいないというので、結婚式はせずにフォトウェディングで終わらせた。明彦は販売店のエリアマネージャー。基本は支店での勤務なのだが、本社に出張したり、いろんな店舗を巡回していた。私は子供もまだいないし、稼げる時に稼ごうと思い、主に夜勤担当でシフトを組んでもらっている。そのおかげで夜勤明けや休日はゆっくりできるし、夜勤は1回の勤務で2日の出勤と計算されるため、他の職業よりも休日は多いと思う。明彦の仕事も固定の曜日が休みではなかったので、休日を合わせてくれることも多かった。プチ旅行に行ったり、デートしたりと新婚生活を楽しんでいる。ある日、私が夜勤明けで帰宅してくると、すでに出勤しているはずの明彦が家にいた。ただいま。あれ、明彦、今日休みじゃないよね。不思議に思った私が尋ねると、ああ、それがさ。と、明彦はとても言いにくそうに口を開いたのだ。明日から急に出張が入っちゃってさ、ちょっと長いからって今日急遽休みになったんだよ。そうだったんだ。どのくらいいないの？1週間くらいかな。もしかしたらもう少し伸びるかもだけどさ、行ってみないとわかんないんだよ。そっか。お仕事頑張ってね。あまりにも突然で長めの出張に私は落ち込んでしまった。久しぶりに明日明後日と連休があったので、明彦と夜はゆっくりできるなと思っていたからだ。でも仕事ならば仕方がないと気持ちを切り替えて、私は明彦を空港へ送っていくことにした。空港まで車で約2時間。本社がある東京までは飛行機で約2時間かかる。私は明彦を空港で見送った後、めったに来ない空港内を散策し、近隣の有名なカフェでランチをして帰宅。疲れ切ってソファーに寝転んでいると、テレビ台の下に見覚えのない封筒を見つけた。本社に出張に行くと言っていた明彦の忘れ物だと困るはず。悪いと思いながら中を確認する。そこには明彦と見知らぬ女性、そして5歳くらいだろうか、幼稚園の制服を着た女の子が園の門の前で写っている写真が数枚貼ってあるアルバムが入っていた。何これ？私の頭の中は真っ白になった。まさか浮気？しかもシングルマザーなんて許せない。浮気。その言葉が浮かんだ私は無意識のうちに明彦の会社に電話をしていた。明彦の知り合いと伝え、理由をつけ、出張に行っているか確認すると、なんと明彦は忌引き休暇を取っているというではないか。しかも、支社から本社への出張はほぼない会社だと聞かされた。どういうことだろうか。私には出張で家を空けると言っていたのに、忌引き休暇？私は何も聞いていない。嘘をついて会社を休んでまで、この写真の女と子供に会いに行っているんだと思い、私は探偵事務所を探す。一つの探偵社に目星をつけ、翌日事務所に行くことになった。それにしても、出張がないのに、私は明彦と交際してから今に至るまでの4年間、嘘をつかれ続けてきたということだ。無性に虚しくなってきた。その日は疲れが溜まっていたのか、いつの間にか寝てしまっていた。
気づいたら翌朝6時。探偵事務所の約束は10時だったので、もろもろ準備をし、昨日見つけた封筒が折れないように大きめのカバンに大切にしまった。そして約束の時間、私は生まれて初めて探偵事務所の門をくぐったのだ。何を話すか考えていた言葉たちが事務所のドアを開けた瞬間、すべて吹っ飛んだ。探偵事務所で待ち構えていたのは、学生のようなラフな服装で、見た目が20代半ばくらいの男性だったからだ。若いなぁと思っていた私の心情を読み取ったのか、ずいぶん頼りない探偵だなと思いましたと、屈託のない笑顔で笑い、場を和ませてくれる。あ、いえ、すみません。こういうところは初めてなので、緊張してしまって。私はとっさに答えたが、まあまあ座って、とソファーに促された。探偵と少し雑談をした後、私は浮気を疑うきっかけとなった封筒に入っていたアルバムを出した。さすがプロだ。探偵は手際よく必要な証拠のコピーなどを取り始める。そして幼稚園の前でのスリーショットの写真のコピーを手に取り、これは大きな手がかりになると思いますよ。と言ってくれた。そこには幼稚園の名前がはっきりと見えていたのだ。探偵は早速その幼稚園をネットで調べ、電話をかけてくれた。別室で電話をかけていたので、私にはどのように聞き出したのかわからなかったが、写真の女の子はそこの幼稚園の園児。何でも今、その子も幼稚園を休んでいるという。幼稚園に登園してくる時期を見計らって、事前調査に入ることにしてくれた。その幼稚園は東京にあるため、かなり高額な依頼料になると言われたが、私は了承した。実は、私は成人してから株や FX 投資に興味を持ち勉強中だ。社会人になってから毎月の給料で投資運用を始め、そこそこ収益があったので、それで調べてもらうことにした。東京までの飛行機も使うし、証拠が出るまで何日かかるかもわからないが、夫に嘘をつかれていることが私には一番の屈辱だ。何としても証拠をつかみたい。そういう気持ちが私を動かしている。探偵はおそらく昭彦がこちらに戻ってきたら女の子も幼稚園に登園するだろうと考えたようだ。その翌日から私はいつも通り仕事に励んだ。もちろん持ち出した封筒一式は元の場所に戻しておいた。そして当初は1週間と言っていた昭彦から、ごめん、予定より出張が3日延びちゃって日曜に帰るわと連絡が入ったのだ。打ち合わせ通り夫が帰宅した当日に探偵に連絡をした。探偵は分かりましたとやる気満々。翌日東京に飛び事前調査をしてくれたようだ。その日の夕方、探偵から電話が来て、とんでもない事実を突きつけられた。事前調査の段階で思わぬ状況が浮き彫りになりました。どういうことですか？私は何が何だかわからなかった。まずは明日戻りますので、近々お会いできる日ありますか？はい、すぐにでも。そう答えた私は、早速翌日の夜勤明けに事務所に向かった。やはり浮気だったんですか？そう聞く私に探偵は言いにくそうに告げる。いや、それよりももっと深刻な話になると思います。探偵があまりにも真剣な顔をしていたので、私は言葉を飲んだ。まず、あなたのご主人が忌引休暇を利用し、会社を休んでいたというのはおそらく本当でしょう。ただ、奥さん、あなた本当に昭彦さんと結婚してますか？は？どういうことですか？ちゃんと半年前に入籍してますよ。実は東京に行って娘さんの幼稚園から帰宅する2人を追って自宅を突き止めたんですが、近所の人の話によると4年前から単身赴任でこちらに来ていて、年に数回東京に帰るという生活をしていたようです。東京で暮らす奥さんのおじい様の葬儀のために1週間ほど滞在していたようだと聞いています。そんな。
私は言葉を失った。あなたと明彦さんはもともと同じ名字なので、今の段階では何とも言えませんが、一度役所で調べてみることをお勧めします。と、探偵から助言を受けた私は、お礼を伝え、その足で市役所へ。市役所では、私は世帯全員分の住民票を取った。すると、そこに記載されていたのは、私の氏名のみだった。これ、間違えてませんか？私、半年前に結婚してるんです。私は混乱して、市役所の窓口で対応してくれた女性職員に向かって大声で訴えてしまった。職員の方も困ったように、そう言われましても、お調べしても婚姻の履歴は出てこないんです。という。それでも私は食い下がって懇願した。もう一回、ちゃんと調べてください。夫の名前は伊藤明彦です。お願いします。泣きそうな私に対し、本当に申し訳なさそうにごめんなさいと謝り続ける職員。混乱しながらも婚姻届を出した当日を思い出す。確か私は勤務の日だったのに、明彦が大安吉日のこの日じゃなきゃダメだと、無理やり一人で役所に婚姻届を提出しに行ったのだ。まさか婚姻届が出されていなかったなんて思いもよらなかった。一度涙が溢れた後は、だんだんと感情が収まっていく。こちらこそ申し訳ありませんと頭を下げ、役所を後にした。最近は夜勤明けに疲れることばかりだなと思いながら帰宅。この後はどうしようかとソファーで考え込んでいたら眠ってしまったようだ。起きたら夕飯を作ってくれている明彦の姿が目に入った。そんな姿を見ていると、写真の女性と女の子を思い出す。私は騙されているという事実に怒り心頭だが、ここで私の理性を欠いてしまっては、取れるものも取れないと考え、感情を抑えることができた。その日から明彦の前では、自分の顔面に笑顔を貼り付けて生活した。市役所に行ってから約1週間。私はその間に、明彦のスマホや周りから、本妻のことを調べられないか考えていた。明彦はちょこちょこ忘れ物をするのだが、その日はたまたまスマホを忘れて家を出てしまったらしい。私はちょうど休みだったので、届けてあげようかとも思ったが、その前に明彦のスマホを確認することにした。本来は他人のスマホを勝手に見るのは良くないことだが、今はそんなことは言っていられない。このままだと、私の精神状態が持たないと判断したので仕方がない。明彦はたまに暗証番号を言いながら開けるので、スマホのロックの解除は簡単だった。そこからアイコンの写真が例の女の子になっている女性の連絡先をゲット。私はすぐにその女性へと電話をかけた。3コール目が鳴った頃、もしもし、どちら様ですか？と落ち着いた上品な女性の声が聞こえてきた。私が、伊藤明彦様の奥様ですか？と聞くと、上品な感じの女性が、怪げそうな声に変わる。はい、そうですけど、あなたは誰ですか？明彦さんの単身赴任先で知り合ったものです。言いにくいのですが、今一緒に暮らしています。やっぱり、赴任先に女性がいたんですね。わかりました。ちょうど年末年始にそっちに住んでいる夫の実家に行く予定だったので、お話できませんか？私には思いもよらぬ展開だ。そんなありがたい申し出を私は快く承諾した。その頃明彦から、申し訳ないんだけどさ、今年の年末年始に地元で同窓会があるから、地元に帰ることにするわ。と告げられた。私は明彦からこの言葉が出るのを待っていたのだ。もちろん即 OK を出した。奥さんから聞いた話によると、明彦の地元は隣町。しかも両親は他界して身内もいないと聞いていたが、実は両親ともに健在で、今も隣町に住んでいるというではないか。年末まであと1ヶ月。私は男女関係に強い弁護士を探し、
徹底的に昭彦に制裁を下す計画を立てることに。それから決戦の当日まで私は昭彦と普段通り接していたが、気持ち的には苦痛でならなかった。そしてついに1ヶ月後、決戦当日を迎えたのだ。私は30日の夜から夜勤があると昭彦に伝え、それじゃあ気をつけて行ってきてね。良いお年を。と笑顔で伝えて家を出た。もちろん職場には事情を説明して、12月30日から1月2日まで休暇をもらっている。30日はビジネスホテルに宿泊をし、31日の朝、昭彦の奥さんとの待ち合わせ場所に行くと、写真で見た通りの上品そうな女性が座っていた。名前は南さんというようで、6年前に昭彦と結婚したらしく、2人の間には写真に写っていた4歳になる娘さんが1人いるという。簡単にお互いについての話をした後、南さんと立てていた計画に取り掛かる。南さんはご自身のご両親と娘さんの4人で飛行機に乗り、わざわざ東京から来てくれたのだ。幼い子供に聞かせる話ではないので、娘さんを南さんの母親に預け、ホテルで待機してもらっているという。南さんの父親と共に、私たちは昭彦の実家に向かうことに。事前に南さんが昭彦のご両親に話を通してくれていたようで、私を見るなり、ご両親に土下座されたことには驚いた。そして31日の夕方、予定通り昭彦が実家のリビングのドアを開けた。ただいま。お帰りなさい。昭彦を笑顔で出迎えたのは、昭彦の両親でも、南さんでもなく、私だ。そんな私を見て、昭彦の顔から血の気が引いていく。なんでお前がこんなところにいるんだよ。驚く昭彦に向かい私は、これはどういう状態？あなた、私と結婚してるんじゃなかったの？と、冷静に笑顔で返した。いや、これは。と、昭彦は青ざめたまま動けずにいる。そこに南さんの父、昭彦の両親が勢揃い。全員が般若のような形相で昭彦を睨みつけていた。南さんが静かに口を開く。あなた、これはどういうことかしら。子供が生まれたばかりで、両親の手助けが必要だったから、あなたには単身赴任をしてもらったけど、その先で不倫をして、さらに二重結婚みたいな生活をしていたなんてね。南さんが淡々と口にするものだから、私も一瞬背中が凍ってしまった。今は同志でよかったと心から思う。私も追い打ちをかけるようにまくし立てた。昭彦、出張に行くって言って毎回ご家族と会っていたみたいね。結婚してるのになんで私に近づいてきたの？こいつなら騙せると思った？これは結婚詐欺よ。あなたって最低ね。人間のクズよ。それに会社に出張のことを聞いたら、あなたの会社、ほぼ出張がないって言うじゃない？綺麗な奥さんとあんなに可愛い娘さんがいて、何考えてるの？あなたの言葉を信じていた私は、本当にバカみたいだわ。女二人に詰められた昭彦は、はぁ、とため息をついたかと思ったら、突然笑い出した。なんでバレたかな。二重の結婚生活楽しかったんだけどな。特にみずほがいい仕事してたよな。同じ名字だから騙しやすかったし、お前ほぼ夜勤だから遊びたい放題だったわ。その言葉を聞いた昭彦の母が、そんな子に育てた覚えはないと、顔面パンチを食らわせる。私は顔を上げた昭彦に、そうよね。私の他にも3人浮気相手がいたんだものね。と言いながら証拠の写真を突きつけた。すると慌てた昭彦が、なんだよこれ。ストーカーか？訴えるからな。と、支離滅裂なことを言っている。これは、あなたが浮気をしてると思い、探偵に調べてもらった証拠の数々よ。きっちり南さんと私に慰謝料を支払ってもらうから。と、私が強めの口調で言うと、
突然床に頭をこすりつけ、私たちに土下座をしてきたのだ。ごめん。慰謝料だけは勘弁してくれ。俺は二人とこのままの関係を続けるから、慰謝料だけは。と泣き叫んでいる。呆れて言葉も出ないが話を聞くと、他の浮気相手に貢ぎすぎてお金がないという。そんなの知ったことではない。私は、もうあなたとは口も聞きたくないわ。あとは弁護士を通して話し合いましょう。と言い残し、昭彦の実家を後にした。その後、弁護士を通し、重婚的内縁ということで慰謝料を請求。しっかりとお金が戻ってきたので、弁護士には感謝している。南さんに申し訳ないという思いから、気持ち程度だが慰謝料を払うと伝えるも、いらないと断られてしまった。逆に、こんなに証拠を提供したことを感謝され、なんと友人関係になったのだ。南さんから聞いた話によると、南さんは昭彦の他の彼女からも慰謝料をもらい、昭彦と別れたそうだ。もちろん、しっかり慰謝料と養育費はもらったと言っていた。しかも、浮気相手の中には、昭彦の同僚がいたらしく、会社では降格処分を受け、子会社に出向したという。そこで昭彦は、年下の作業員にこき使われて、毎日泣いているらしい。しかし、慰謝料の支払いのため、辛くても仕事を辞められないのだとか。一方私は、これまで住んでいた家を引き払い、一人暮らしにちょうどいい広さの部屋を借り、悠々自適な毎日だ。年に数回東京に行き、南さんと娘ちゃんとの交流も続けている。